皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についての話題を取り上げていきます。現在ロシアではプーチン大統領の再任を決めるための儀式、大統領選挙が行われています。選挙結果そのものは選挙をする前からプーチン大統領が再選されるように仕組まれているわけですが、ロシア国民全員がプーチン政権を支持しているわけでは当然のようにありません。そのため、反政権側の動きとして、プーチン大統領以外に投票しよう。そして、反プーチンの志を持つ人たちが自分以外にもたくさんいるということを確認するためにも、同じ時間に投票所に行こうという呼びかけを行いました。今回の動画では、ウクライナ軍のロシアへの戦略攻撃とともに、戦時下における大統領選挙における反政府運動についても取り上げていこうと思います。それでは今回取り上げる主な話題はこちらです。1、ウクライナの戦略攻撃。今日もまた成功しています。石油関連施設が炎上。2、ロシア大統領選挙。反プーチンの正午という呼びかけ。政権に対してノーを突きつけたい人たちが同じ時間に投票所に詰めかけました。3、ロシア人義勇兵部隊。ウクライナから越境攻撃を行っているのですが、未だにロシア軍がこれを撃退することができず、国境沿いの村にこれら義勇兵部隊がとどまり続けています。まずはウクライナ軍の戦略資源攻撃、今日もまた成功しています。今回のターゲットとなっているのは、ウクライナから見て東南方向、クラスノダール地方スラビャンスクナ・クバニという場所にある石油関連施設です。こちらの映像は走っている車の窓から撮っている様子で、石油の精製所の塔らしきものが炎上している様子がわかります。また、他にも投稿されている動画がいくつかあるのですが、爆発は何度か起こったようで、そのうちの一つが継続的に燃え続けているようです。こうした攻撃の目標物なのですが、石油の備蓄タンクや精製所など、関連施設様々なところに攻撃が行われているのですが、最も狙っているのは石油精製所の上流塔のところのようです。これは石油をそれぞれ航空燃料や自動車用などに分けていくところで、この部分について打撃を与えることができれば、施設の中核部分がダメになることから、復旧までにかかる時間が相当稼げるのではないかと言われています。例えば配管にあたって爆発したとしても、その部分だけを一旦止めて、部品交換をある程度するだけでも応急復旧はできるかもしれませんが、一点物の施設の場合だとどうしても復旧までには時間がかかるだろうと見込まれています。そして今回の攻撃において少し状況が変わってきたかもしれないという一報がありました。それがこちらの映像。これはロシア側の方がドローン対策として迎撃戦闘を行っている様子です。夜空に向かっていくつかの単焦灯が向けられていて、飛んできたドローンを発見し、これを迎撃したというのです。撃ち落としたドローンがある一方において、目標物に届いたドローンもあるわけですから、やはり全てのドローンが目標物に到達しているわけではなさそうです。ただ、ここでわかるのは、このサーチライトの動きから、人の手を使って飛んできたドローンを探して迎撃しているんだなということがわかります。ミサイルで撃墜するわけでもなく、レーダーと連動した対空機関砲が用いられているわけでもありません。今のところロシア軍の迎撃戦闘は第二次世界大戦レベルのようです。これには多くの人手がかかりますし、ロシア側の方が守る負担の増加といったものが始まったようです。ここまで連続的にウクライナ軍の戦略資源攻撃は成功しているので少し振り返っておきましょう。まず3月12日にウクライナから見た場合、北に向かって攻撃を放ちました。その次3月15日においては、モスクワ近郊、方向としては北東方向、3月16日には東に向けて放ち、そして今日の東南方向と見事にウクライナが目標物を打ち分けていることがわかります。北に連続して攻撃するという手もあるのでしょうが、それよりは広い面に対しての攻撃を行うことで、ロシア西部全域にロシア軍の防空部隊を配置させようと迫っているのかもしれません。広ければ広いほど多くの部隊が必要ですよし、それにかかる費用、必ずロシアにとって重荷になるはずです。もちろん前線にそれだけの兵士が行けなくなるという釘付けという意味もあります。続いては大統領選挙について。政権に意思を示したい。ロシア各地で反プーチンの正午に行列。ロシア大統領選の最終日となった17日、反政
政権派指導者ナワルニー氏の陣営が反政権行動を呼びかけた現地時間の正午にロシア各地の投票所で行列ができた。ロシアの独立系報道機関によると、日本や中国など在外の投票所でも多くの人が正午に訪れたという。モスクワの投票所は直前まで閑散としていたが、正午頃から人が集まった。ナワリヌイ陣営は反プーチンの正午として、プーチン氏以外の候補者への投票などを呼びかけていた。近くに住む男性は呼びかけに応じた。誰にも投票せずに投票用紙を汚しただけだが、意見を表明しなければと思ったと話した。まずは報道機関が伝える正午にできた行列の様子。こちらはモスクワの様子。こちらの写真も同じくモスクワの様子。続いてこちらの写真もモスクワでの投票所の様子。写真だけでは列の長さがどのくらいかわからないので、動画も投稿されているのでご紹介しましょう。こちらではちょっと早回しですが、かなりの人たちが投票所で列をなしていることがわかります。また、これは何も一箇所だけのことではありません。他の地域でも同様にして、早送りじゃないとわからないほどの投票所への列ができています。こちら、違う場所の動画でも同じく投票所への列が非常に長くなっていることがわかります。また、こうした列なのですが、ロシア国内でできた列だけではなく、ロシア国外の方がより際立って列は長かったと言われています。これはロシア国内で反政権活動をすると逮捕される危険性が高いのに対して、ロシア国外の場合だと、基本的に警察権はその国のもので、反プーチン政権への行動をしたとしても、ロシア当局に逮捕される危険性が少ないことから、プーチン氏以外に投票するのも自由にできます。ただし、投票所内での行動には注意が必要です。例えばこのような報道もあります。プーチンは人殺し、投票用紙に落書き、拘束。ロシア大統領選では投票用紙に落書きして静かな抗議を試みるリベラル派の有権者が相次いだ。プーチンは人殺し。ウクライナ侵攻や反体制派指導者ナワリヌイ氏極主を念頭にモスクワでこう記し、警察に見つかって拘束された若者もいる。ナワリヌイ氏の支持者らはロシア各地の現地時間17日正午に投票所に集結して反プーチンの民意を可視化することを狙っていた。無効票でも危険でも自由。ただ落書きは15日から多数報告された。ウクライナに平和を、ロシアに日常生活を。独立系メディアは国内の読者が落書きして自分で撮影した無効票の写真を紹介。プーチンを逮捕状を出した国際刑事裁判所があるハーグにという主張もあった。ここで問題なのは投票用紙に何を書いたかをロシア当局がその場ですぐに把握して投票用紙に記入した人物を速やかに逮捕したことです。これこそまさにロシアの大統領選挙の本質を示しているもので、誰が何を書いたか、誰が誰に対して投票したかなどを速やかに把握し、この大統領選挙の後に必ず政権側の報復が待っていることを示している動きだと思います。反プーチンの声を上げるというのがなかなか難しい中で、それぞれの人たちが声を上げずに抗議する手段として大統領選挙においてみんな同じ時間に投票所に行こうという行動をしました。これによって黙っているんだけれども反プーチンの心はあるよという人たちが、周りにもこんなにいるんだということを認識させる行動になったわけです。そうした意味では呼びかけは成功したでしょう。しかしこれによってプーチン大統領以外の人物がさあ当選して体制がひっくり返るかといえばそうではないでしょう。何しろプーチン政権は自分たちの支持率のノルマをそれぞれの選挙管理委員会に通達していて、それぞれの選挙管理委員会が集計をした上で最終的にはノルマを達成した数字を最終的な結果として発表し、プーチン大統領の再選を認めることでしょう。基本的には選挙管理委員会は中立であればあるほど良いのですが、プーチン政権の取り巻きの人たちによって固められていて、選挙結果はいくらでも操作可能な状態です。ロシアにおいては選挙という儀式は行われるのですが、残念ながら民意を反映したものではないというのが現実です。こういった他の国の状況を見ていれば学べることというのは、少なくとも日本ではそうした選挙管理委員会が票をどんどんいじくりますよなんていうことはしないわけで、少なくとも民意を反映させるシステムそのものには政権の意向がそのまま反映されることはありません。だからこそより多くの人たちが投票に行って
自分の意思を示すことが大事でしょう。投票する先がないという問題を抱える人たちも多いわけなので、今の日本では特定政党を支持しないという宙に浮いている人たちがたくさんいるのが今の日本の問題点だと言えます。最後に、ロシア側に越境攻撃をしているロシア人義勇兵部隊の活動についても少し取り上げておきましょう。私はウクライナ側に立って戦うロシア人義勇兵部隊の活動、すぐにでもウクライナに帰ってくるんだなと思っていたのですが、未だにロシア領内に留まり続けています。こちらの映像は越境攻撃した部隊がそのまま国境沿いの村を占領したとされる動画です。人口そのものは小さい集落のようなのですが、このようにして国境を越えてロシア側の村を占拠できるというのは、それだけロシア側の守備部隊が手薄なことを示しています。また、これは一箇所だけのことではなく、他の地点においてもやはり同じように越境攻撃した部隊がロシア領側に留まり続けることができて、小さな集落であろうともロシアの国境をひっぺがしていることに成功しています。ウクライナ軍による戦略資源への攻撃についてもそうですし、ウクライナ側に立って戦うロシア兵義勇軍の戦いについても全く同じ共通点としては、ロシアは基本的には守りについては非常に関心が薄く、兵士を貼り付けている数が非常に少ないのでしょう。これはプーチン大統領が例えばドンバス地方を抑えろという具合に命令をすると、それに対して成果を上げるために守りをどんどんと手薄にして、とにかく攻撃と偏りすぎているのでしょう。基本的には守っていたとしても、そこでは成果が得られないわけで、褒められるのはあくまでも前進した時だけ。前進するのに多くの兵士が亡くなったとしても、それは全く問題点とされないわけなので、とにかく攻めろという話へと集中してしまうのでしょう。ウクライナとしてはそうした意味では、手薄なところを突き続けるというのは必ずのようにそれに対応しなければならなくなるわけで、作戦としては上々だと思われます。もちろんこの後ロシア軍上層部としてもこのままロシア領内に反乱分子がとどまり続けるのを許さないというわけで、前線から部隊を引っこ抜いてでも追い出しにかかるでしょう。そしてそうやって追い出しにかかる部隊がやってくるだけでも、どこかの戦線において攻撃の圧力が弱まるわけなので、この作戦そのものはたとえこの後すぐ撤退したとしても、また機会を伺って越境攻撃すればよいので、繰り返し行う分には私は問題のない攻撃だと思います。もちろんそうした攻撃の中で亡くなる人たちが出てくるというのが現実なので、どれだけ多くの人たちに対してこの活動を周知し、ロシア側の人たちの中から離反する人を生み出せるかが情報宣伝工作の重要さだと言えます。何にしてもロシア国内でプーチン大統領を支持 100% なんていうことはありえないわけで、だからこそ投票所に多くの人たちが一時に集まってプーチン大統領以外に投票しようといった話が出てくるわけなので、問題なのはこれらの人たちを一つに取りまとめてプーチン政権を倒すぞという動きがなかなか起こりにくいという現状だと言えます。独裁政権というのはそうした意味では、自分に反抗する人たちをいかにして小さな目の内から積むのかといったことに全力を注いでいるわけで、なかなか内部からの崩壊を望むのは時間がかかるものです。だからこそウクライナの戦場においてロシア軍に対して徹底的に打撃を与えて侵略そのものを頓挫させるということは非常に重要だと言えるでしょう。ちなみに日本では退役した兵器というものがたくさんあって、それらの中には対空機関砲の類などもあります。防空体制をしっかりと整えるという意味では決して殺傷兵器ではないという国内向けの言い訳もできますし、ぜひとも岸田政権には対空機関砲などを送ってほしいものです。なお、アメリカとの話し合いの中でアメリカのミサイルや砲弾類などについての補充を進めるために日本企業に対して契約が向くというような話し合いが行われそうです。これは日米両政府の合意に基づく動きなので確実に推進されるでしょう。岸田政権は安保政策に関してはある程度は前進するんだけれども、どうしても少し物足りなさというのを感じてしまいます。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。